こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。雰囲気だけは話題の最新ガジェット紹介みたいな感じで始まりましたが、今日紹介するのはこちら。世の中がまだフィルムカメラしか知らなかった1990年代半ばに登場し、後のデジタルカメラ時代を切り開いた名機、カシオ QV デジタルです。それまで普通カメラというと、まずフィルムを買うことから始まり、36枚など撮る枚数も限られ、撮影してもその場では確認できず、現像に出して受け取りに行って初めて写真の出来がわかるというものでした。時間もお金も撮影技術も必要でした。そこにデジタルカメラの優位性を分かりやすく体現してみせたのがこの QV デジタルだったんです。このモデル QV300 は1995年に大ヒットしたシリーズ初号機 QV10 の後継上位モデルとして翌年1996年に発売されたものです。1980年代からデジタルカメラはあったそうですが、サイズや値段の問題もあり普及には至っていませんでした。この QV デジタルが成功した要因は何より液晶画面を世界で初めて搭載したことでした。今では当たり前ですが、撮ったその場で確認できる、枚数も多い、失敗しても撮り直せる、現像する必要もない、それら全てが画期的なことでした。ファインダーはなく液晶画面を見ながら撮影、レンズを回転させることで自撮りも可能でした。このカメラのヒットは写真の世界を大きく変えることになります。それまでカメラはニコンやキヤノン、ミノルタなど専門メーカーが作っていましたが、カシオ計算機が出したこのカメラの成功でパナソニックやソニーなど家電メーカーがこぞって市場に参入。デジタルカメラ戦国時代がやってきます。2000年頃にはついに携帯電話にもカメラが搭載されるようになっていきました。では細かく見てみましょう。電源は単3電池4本なんですが、電池切りがむちゃくちゃ早かったです。当時でも電池を飲むと言われていたくらい省エネ性能は皆無でした。チャッチーですが、マクロ撮影の切り替えボタンがあります。絞りを2段階で調整できるスイッチもついていました。先代の QV10 に比べて液晶が 1.8 インチから 2.5 インチへと大型化され、単焦点レンズが2焦点へとグレードアップしています。このレバーの上げ下げで2枚のレンズが切り替わるという簡単な作りですが、上部にはいくつかメニューがありまして、シャッターボタンはこちらになります。上部手前のレバーをスライドさせると電源が入ります。今でも撮れるのかやってみましょう。レンズの角度を被写体に合わせて広角から望遠に切り替えます。だいぶ画面が色あせて見えますが、液晶の劣化のような、もともとこんな感じだったような、液晶で確認しながらシャッターボタンを押します。するとしばらく待ち時間があり、画像を記録。手前のレバーをレックからプレイに切り替えると、はい、写真が見えました。今となるとデジタルなのになんだかレトロな感じですね。ちなみにサイズは GoPro と比較するとこんな感じです。今の iPhone が1200万画素から4800万画素のところ、これたった36万画素ですから、画質は致し方ありません。フィルム写真の画質がおよそ800万画素相当と言われていましたので、デジタルではとても追いつけないとその頃はみんな思っていましたが、技術の進歩は恐ろしいですね。いくつかメニューを確認します。左のプロテクトは画像を消せないようにするボタン。右のモードは画質選択みたいでした。電源を入れてみます。懐かしいデフォルト画像。エフェクトボタンを押してみます。表示の選択ができるようです。ズームと4ページ、9ページ、これだけでした。
4ページを選択してシャッターボタンを押すと、4分割のパネル表示となりました。次はディスプレイボタン。ここ、画面右上に画像のナンバーが表示される、それだけみたいです。今のような SD カードもなく USB の規格もまだ浸透していなかったので、画像データは Mac か Windows かそれぞれ専用ケーブルでパソコンに保存する、もしくはカメラ本体に残すだけという感じでした。当時私は建物の完成予想図を描く仕事をしていましたが、今ほど CAD や CG も発達していませんでしたので、パソコンはあくまで参考に使って基本手書きをしていました。仕事上建築現場や資材など取材をするのにカメラは欠かせないのですが、フィルムではロスが多かったのでこれを買ったという経緯です。これらは職場の風景を撮ってたみたいです。これは事務所のあったビル。これは当時住んでたワンルームの部屋ですね。大したものを撮ってませんね。もう電池が切れそうです。全然覚えてないんですけども、森高自殺のポスターが部屋に貼ってありますね。ファンだったんでしょうか。結局電池がすぐなくなるんで、実際外であんまり使えなかったんですよね。室内でアダプターつないで使っていることが多かったです。ところで中に少しだけ気になる写真が残ってました。こちらなんですが、京都市内を走る京阪電車。今はない路面電車の写真でした。ここは今の京都市は山科駅。走っているのは京阪電車京神線です。滋賀の浜大津から山科を経由して京都の渦政天神川まで走っているのですが、地上を走っているのは浜大津から山科まで、その後の三笹から先は京都の市営地下鉄東西線に乗り入れているため地下に潜っています。ただし地下鉄が開通する1997年までは当時終点の三条京阪まで地上を走っていました。しかもほぼ三条通りを並走、多くの区間で自動車と一緒に走る路面電車だったんです。余談になりますが、山科にはこのように京阪山科駅の下にもう一つ地下鉄山科駅もあって、この先西へはどちらを使っても同じ駅に着くのですが、運賃には差があるという不思議なことになっています。これが京阪の線、こっちが市営地下鉄の線です。三笹駅の手前では一本につながって、このままずっと京都市内まで地下を通っていますが、1990年代半ばまではその地上の三条通りを自動車と一緒に走る路面電車だったというわけです。私も一時これに乗って三条京阪へ出て、京阪本線に乗り換え大阪まで通っていました。そして当時のこの京阪三条のあたりで撮影されたのがこちらの写真というわけです。結局三条京阪まで来てみました。同じ場所から今の風景を撮ってみたくなったんです。もちろん QV デジタルで。だいたいこの辺かなっていう感じなんですけど、自分でも撮った記憶が全くないですね。こんなアングルだったかな。ただ電池が持たないので、あまり現場でプレビューして確認できないんですよね。前もって画面をスマホで撮ってくればよかったとか、予備電池持ってくればよかったとか、反省ばかりしてテンパっております。とりあえず電池が続くうちにとっとと撮っちゃいますね。さて、どんな写真が撮れたでしょうか。はい、画質がこれなんでレトロ感は出てますが、
これが現在の三条京阪。以前あったものがなくなってるだけなので、ぶっちゃけ絵力は弱いです。このビルを基準にしていただくと、かつて27年前はこうでした。ということで、今日はカシオ QV デジタルを使って時代を振り返るという試みでした。さて、今回のこっとりチャンネルいかがだったでしょうか。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では最後までご視聴ありがとうございました。